こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は麻紐とダイソーさんのリサイクルコットンを使ってこちらのバッグを編んでいきます。巾着タイプとショルダーバッグにできるタイプ、お好きな方をお選びいただけますので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのリサイクルコットン極太を3玉、底部分は麻紐を使用しています。巾着の紐は素材や長さなどお好きなもので大丈夫です。動画ではワックスコードを使用しています。巾着タイプは約96センチのものを2本、ショルダーバッグタイプは約160センチを1本使用しています。かぎ針は8号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。輪を作って鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。輪を作って糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを6目編んでいきます。細編みを1回、2回、3回、4回、5回、6回、6目編めたら最初の糸を引っ張って円にします。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。細編みを1回、同じところに細編みをもう1回、これで1つ目の増し目が編めました。この繰り返しで増し目を全部で6回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらになります。細編み1、増し目1を6回繰り返します。細編みを1回、増し目を1回、これを全部で6回行います。
これで3段目が完成です。編み始めの糸を処理します。糸処理は表に響かないように少し手間はかかりますが、長めに糸を通すとしっかりと仕上がります。4段目の編み図がこちらです。増し目1、細編み2を全部で6回繰り返します。1つ目のところに増し目を1回、細編みを1回、2回、これを全部で6回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。細編み3、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回行います。1周編むとこんな感じになります。6段目の編み図がこちらです。細編み1、増し目1、細編み3を6回編みます。細編みを1回、増し目を1回、細編みを1、2、3、これを全部で6回繰り返します。
1周編むとこのくらいの大きさになります。7段目の編み図がこちらです。細編み5、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、4、5、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回編みます。1周編むとこんな感じになります。8段目の編み図がこちらです。細編みに増し目1、細編み4を全部で6回編みます。細編みを1、2、増し目を1回、細編みを1、2、3、4、この繰り返しを全部で6回編みます。1周編むとこんな感じになります。9段目から増し目なしで細編み48目編んでいきます。この繰り返しで細編みを48目編みます。1段編むとこんな感じになります。10段目からも細編み48目を3段編みます。細編み48目を3段編んできました。編み終わりの次の目から糸を引き抜いて
続けて編むので針はこのままにしておきます。ここで麻紐の部分は終わりになるので、糸処理できる長さを残して麻紐をカットしておきます。ここからコットンの糸に変えて模様を編んでいきます。麻紐の最後の部分から糸を引き抜きます。鎖を1回編んで、次の目のところから模様を編んでいきます。細編みを1回編んで、鎖を2回、同じ目のところに細編みを1回、これが一つの模様になります。一つ目を開けたところに細編みを1回、鎖を2回、同じところに細編みを1回、これで2つ目の模様が完成です。一つ目を開けたところに細編みを1回、鎖を2回、同じ目のところに細編みを1回、この繰り返しで1周編んでいきます。模様を1周編んできました。模様は1段で24回編みます。これが24個目の模様になります。最後に最初鎖一つで立ち上げたところから糸を引き抜いて、これで模様の1段目が完成です。模様の2段目も同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上げ、下の段の模様の鎖2つのところに細編み1、鎖2、細編み1を編んでいきます。これで2段目の1つ目の模様が完成です。同じように下の段の鎖2つのところに細編み1、鎖2、細編み1を編みます。この繰り返しで2段目も模様を全部で24回編みます。
2段目の模様も1周編んできました。最後に24個目の模様を編んで、最初の鎖一つで立ち上げたところから糸を引き抜いて、これで模様の2段目が完成です。3段目からも同じように模様を編んでいきます。鎖一つで立ち上げ、下の段の鎖2つのところに細編み1、鎖2、細編み1を繰り返し編んでいきます。3段目も1周編んできました。最初の鎖のところから糸を引き抜いて、これで3段目が完成です。この繰り返しで模様の段を好きな高さまで編んでいきます。今回2つのサイズを編んでみました。小さい方が模様の段を13段、大きい方が模様の段を16段編んでいます。好きな高さで編んでみてください。ここから紐を通す段を編んでいきます。鎖2つで立ち上げます。下の段の鎖2つのところに中長編みを1回編みます。鎖を1つ編んで、次の鎖2つのところに中長編みを1回、鎖を1回編んで、次の鎖2つのところに中長編みを1回、鎖、中長編み、この繰り返しで1周編みます。1周編んできました。最後の中長編みを1回編んで、鎖を1つ編みます。最後に最初の鎖2つ立ち上げた2個目のところから糸を引き抜いて、これで紐を通す段が完成です。ここから縁の1段目を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、最初の中長編みのところが1つ目になります。細編みを1、2、3、4、
5、この繰り返しで1段48目編んでいきます。1段編み終えたら続けて細編み48目を4段編んでいきます。1段目を編み終えたところから続けて細編み48目を4段編んでいきます。これが最後になります。頑張っていきましょう。細編みを編んできました。最後に糸を引き抜いて長めに糸をカットします。最後に糸処理をします。ここから巾着の紐を通していきます。紐の長さは好きな長さにしていただいて大丈夫です。巾着タイプもショルダータイプも途中まで同じ紐の通し方になります。編み始めのところから紐を通し始めます。ここから一つ穴飛ばしで紐の出し入れを5回行います。1回、2回、3回、4回、5回。反対側も5回紐を出し入れします。長さを揃えて、ショルダータイプは少し長めに紐を残して結びます。これでショルダータイプの紐通しが完成です。巾着タイプは短めに紐を残して結びます。もう一本の紐は編み始めの反対側から同じように紐を通していきます。
これで巾着タイプの紐通しもできました。完成です。お疲れ様でした。エコバッグとスマホ、キーケースと小さいお財布が入るくらいの大きさです。ちょっとお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。コットン糸の色によっては浴衣に合わせても大丈夫そうです。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録